9年式のマックスツアラー V なんでターボモデルです。純正のサンルーフ付きの純正のワインレッド、純正のマニュアル。ぶっちゃけやっぱマーク2の方が希少価値は高いかな。はい、じゃあよし君こんにちは。こんにちは。今日は10月6日3時8分。今日の動画は2本撮りの、この動画は2本目ですね。はい、2本目ですね。で、今日紹介する動画は100系2台、100のチェイサーと100のマーク2っていうことなんだけれども、はい、1本目の動画は、この100のチェイサーを、はい、撮って、で今回撮影する2本目の動画はこのマーク2になります。はい、お、あれだね、シルビアあれいつもさうちに来る横田騎士の外人さんなんですけど、そう買ったっつってたんだよねあ、そう今日紹介する2本目の動画はこっちのマーク2です。かっこいいでしょ。かっこいいです。でこれも、お客さんから直接買い取りでいただいたお客さんで、これ大阪のお客さんだったんだけどさ、はい、新幹線で見に行って原車を見て、はい、で買わせていただいた車になります。で、平成9年式のマーク2前期モデルだね、はい、のツアラー V なんでターボモデルです。はい、でミッションも純正のマニュアルで、はい、純正のサンルーフ付きの純正のワインレッドという形です。はい、でこの前乗せたお客さんはこの赤のサンルーフ付きっていうのにめっちゃこだわりがあって、でこの車自体を、15年前ぐらいに買ったのかな。はい、でその時もこのワインレッドのサンルーフ付きでずっと探して、はい、でやっと見つけて、で、広島まで買いに行ったんですよね。あ、そうなんですね。そうでそれ買ってから、15年間この前のお客さんがね、はい、乗ってた車という形でかなり思い入れがある車です。はい、でしかもかなりその細かいところにね前オーナーさんのこだわりがあるので、まあ、そこも合わせてちょっと紹介できればと思います。はい、今日はぜひ2本目もよろしくお願いします。お願いします。はい、ではですね、早速やっていきましょう。どこからいこうかな。じゃあまず外装の方を、簡単に紹介させてもらうんですけれども、先に言うとこの車まだね、カシューをかけてないんですよ。はい、入ってきてそのまんまの状態、ちょっと水洗いしただけの状態なんで、はい、まだところどころちょっと傷があったり、はい、直すところがあるので、はい、まあ、そこはご承知おきいただいている形で、はい、見てください。まず外装に関してはエアロはこれですね、まあ貴重になるよね。純正のエアロなんですよこれ。はい、うん、純正のエアロがフロント、はい、そしてサイドスカートでリアにもついてるという形になっていて、この車も、トランクに関してはトランクスポイラー埋めてあるんだけれども、これテールランプトランクごと確か交換してるのかな、はい、後期型のものに交換してあるという形になってます。でアルミホイルはワークの、T7R っていう名前だったかな、はい、のホイールが前後18インチですねついてるという形になっています。はい、で、車外のマフラーが入ってる。はい、はい、という形ですね。こんな感じですよ。はい、あなたこだわりがあるって言ってたのに、車自体は純正エアロにアルミに車庫帳、はい、まあ車庫帳ももちろん入ってないけどさ、はい、車庫帳マフラーぐらいじゃんっていう話ですよね。そうですね。じゃあどこにこだわりあると思いますか？サンルーフですか。おお、まあサンルーフはサンルーフバイザー、そうだね、サンルーフバイザー結構珍しいよ。これも珍しいらしい。なんかあんまり見ないです。これもそうだね。はい、後ろも。はい。そこじゃないんですよ。あ、これではない。はい。まあそこもいいのかもしれないけど。はい。この車もですね、はい、こだわりはフェンダーです。あ、これもフェンダー。またフェンダーかよって言われそうだけど。このお客さんは、はい、このホイールがですね前後 9.5J、はい、でフロントあれどっちがどっちだったっけな、フロントかな、フロントがプラス20、あ、はい、書いてあるかな、あ、書いてあるか、そうだね、フロントがねオフセットプラス20で、はい、リアがオフセットがプラス12なんですけれども、はい、前のお客さんどうしてもこのホイールを履きたくて、でこのホイールに合わせてフェンダーを板金屋さんに行ってこれに合わせて作ってもらったフェンダーなんだよね。叩き出してます。はい、ちょっとここね割れちゃってるのがあるから、これうちでこれから修理するんだけどさ、はい、で後ろなんかを見てもらうともうここからこう透かして見てもらうと分かりますけど、はい、
ちょっと膨らんでるでしょ。そうですね。そうこれ叩き出してるんですよ、じゃあもう一回こっち見ますか。こっちのさっきのノーマル見ますか。別にノーマルがダメって話じゃないんですけど、こういう普通だとちょっと車高高すぎるけどまあいいかこれが純正です。これ純正ですね。はい、どうですか、違い分かりますか。そうですね、やっぱ出してるっていうのが。そうだよね、なんかこっちとは出し方が違うよね、こっちはこう上からここら辺からこうねちょっとオーバーフェンダーみたいな感じで出してるに対して、向こうはワインレッドの方はまっすぐ線は入ってないね出してるような感じですけど、まあでも本当にこうぴったりつらつらな感じになっておりまして、まあ当たり前ですけど車検は通りませんっていう感じですね。はいそうここがねこだわりのポイント1です。はいで、2つ目のこだわりはですねマフラーですね。マフラー、マフラーの音に関してはちょっとまた後でお伝えしますけれども、これねあれなんですよ、今はなきマフラーでして、そうこのマフラーですね、アールズっていう会社が作ったマフラーで、サイズがねメインが60パイで出口が 76.3 パイ、で珍しいその触媒の後ろからずっと2本でこう来てるデュアルマフラーっていうんだけど、まあデュアル2本ってことなんだけどね、で通常だとなんて言ったらいいのかな、まあいろんなそのマフラーの作りがあるんだけど、真ん中ら辺とかまでずっと1本でさ集合させてで最後ここら辺から2本出しにこう分かれるようにデザイン的に、っていうものが、結構多い、仮にこういうマフラーがあったとしたら、結構多いんだけれども、これもその触媒の後ろからずっとこう晴らしたからもうずっと2本のまんま来てるっていうのが結構特徴的でして、まあ音も結構特徴的なんだよね。このマフラーがね前のお客さんが欲しいと思った時はいざわかんないけど、その前のお客さんがこのマフラー注文しようと思ったら、ちょうど廃盤になっちゃったタイミングで、どうしても欲しいからっつって製造をさ委託してる会社があったんだって、でそこにお願いして作ってもらったっていう感じなので、かなり珍しいと思います。なるほど。もう売ってないってことですね。もちろんもう売ってないね。このマフラーはなかなか作れないんじゃないかなっていう、ここがこの車のこだわりです。だからこのホイールに合わせて作られたオーバーフェンダー、そして、もう製造してないにもかかわらず製造元にお願いをして作ってもらった、まあほぼワンオフと言っていいようなマフラーですね。それはすごい上手です。これすごいですね。でしかもそのマフラーもこうデザインと音質が特徴的なので、っていうところがこの車の重要なポイントになるかなと思います。外装ね。ただ外装はさっき言ったようにちょこちょこやり直すところあるので、こういうそのオーバーフェンダーの傷だったりとか、ここのモールとかもさ剥がれちゃったりとかしてたり、そうあとここのエアロとかもさちょっとこう割れが出ちゃったりとかさ、全体的には結構綺麗で、前野さんも一時ガレージでずっと入れてたような車だったんで、そんなにこうワインレッドの割には色あせとか出てないんだけれども、まあちょこちょこ傷はねなくはないんですよ。ここら辺、まあこれは別に塗らなくてもいいかな。ちょっとこう色ぼけが出てたり、まあでもこれぐらいはいいか。であとここら辺、もうこれもエアロがさちょっと外れてたりとかさ、割れとかさ、このモールなんかもこれ今テープで留めてあるけどさ、これもねこうなっちゃったんですよ。剥がれちゃうんですね。これもやってあげないといかんのですよ。そうだからボディ全体としては大きくねダメージは負ってないんだけれども、まあ細かいところ、まあモールとエアロの端々だよね、そこら辺にこう傷とか割れが出てるんで、まあそこら辺のちょっと細かいところはうちで直そうと思ってますという感じです。じゃあ外装はそんな感じで、じゃあ内装いきましょうか。内装に関してはこんな感じになっております。ところどころダメージはあるものの、まあまあ結構ノーマルよ。シフトに関しては純正の、さっきも言ったように純正の5速マニュアルという形になっていて、まあ特徴的なのはメーターですかね。デフィのメーターが、水温、油温、油圧、ブースト系4連メーターがついているという形になっているのと、あとは、ナビゲーションが一応アルパインの8型っていうのかな、
今のご時世だとちょっとちっちゃいのかもしれないけど、当時のサイズでいうとかなり大きい方のサイズのナビゲーションがついて、バックカメラもついているという形になっております。まだターボタイマーとかブーストコントローラーとかがついているっていう、まあ、一般的な仕様という形ですかね。はい、はい、あ、そうだ、あとあれだ、アミューズのあれがついてるんだ。そうだね、時計のところに、アミューズの ETCS モニターっていうのも、ついてあるような感じですね。はい、まあ、1JZ サブスロットルっていうのがあって、それのバタフライをこう意図的に開閉しちゃって開放してあげて、スロットルの、開閉を上げることによって、まあ、スピードを出るっていうものなんですけれども、まあ、それがついてるという形になってます。じゃあ次エンジンルーム行ってみましょうか。はい、あ、であれだね、ダッシュボードはちょっと浮きがね出てて、でビス打ちしてあるからさ、無理やり止めてるという形です。はい、エンジンルームは一応こんな感じで、これもまだ作業してなくて、これねオイル漏れを直そうとしてんだよね。カムカバーパッキンも多分ダメだからさ、でこの車の特徴はターボがですね、タービンがですね、HKS の GT2850 プロタービンに変わってるんですよ。これですね。熱くない？大丈夫か。そう、タービン交換車でございます。でパワーチェックとかもやってて、350馬力ぐらいかな、馬力でいうと。トルクは50キロぐらい出てるんだけど、あと結構綺麗なカーブでこうバーッとなってるような感じでした。でこれマヨナさんがだから、15年この車乗ってるんだけど、実は買った時からついてて、でずっとこのまま乗られてたような形で、なんか特段調子悪くなったりとかそういうのはなさそうな感じでした。まあ、ウォーターポップも変わってるね。タイミングベルトも、10万キロの時に交換してるとかね。これ今15万キロなんだけどね、10万3900キロの時に交換してますね。まあ、エアクリーナー変わって、ラジエーターも大きいのに変わってるけど、インタークーラーは純正なんですよ。車外のインタークーラーこれついてないんですよっていう感じでございました。だから前のお客さんもね言ってたんだけど、例えばコンピューター何入っててどういう制御がかかってて、でセッティングを自分で出して依頼したわけじゃないから、側はねいじったんだけど、エンジンとかは結構そのまま乗られてましたという感じです。だからまあ普通に街乗りで乗るんだったら全然この状態でいかんせん15年ずっとこのままで来てたから問題ないと思うんだけれども、なんか競技やったりとかさ、さっきと言ってバンバン踏みまくるとかさ、であれば、まあ、やっぱりタービン交換車だし制御何入ってるか分かんないし、インタークーラーも入ってないし、もう一回ちゃんと見直した方がいいよねっていうところはあるかなと思います。じゃあ自分ならどうするかっていうと、やっぱりコンピューターはパワー FC とか入れてちゃんとモニターできるようにしたいよね。でそれでセッティング出して燃料足りてるかなとかさ、そこら辺はこうちゃんとチェックしていきたいよねっていうのは思いますね。でいう話をちょろっとこうお客さんとしてたんだけど、まあさっきも言ったように、まあ、いかんせんこれで15年乗ってたからねっていう感じでした。普通に乗る分には全然問題ないです。普通に乗る分には大丈夫というよりかは、大丈夫だったっていう言い方が多分正解かな。大丈夫ですっていう言い方よりかは大丈夫でしたっていうのが正解で、まあ、今後大丈夫かどうかはそれは機械もんだし、チューニングカーなんでわからないので、まあ、だからこそちゃんと見てから乗りましょう。自分のシチュエーションに合わせてからセッティングなりメンテナンスなりしてから乗るのが、まあ、間違いないよねっていう感じです。じゃあエンジンルーム内装行きました。じゃあ、あとはまあトランク下回り見てマフラーって感じですかね。トランク下回りマフラー記録簿か。トランクはどうだったっけな。まあちょっと水入ってるけど、まあ外置きでこんぐらいだから、まあ別にって感じかな。さっき結構バシャバシャ洗車したんだっけ。まあこんぐらいか。まあ全然 OK でしょう。こっちはこっち全然大丈夫ですね。でこっちはよいしょ。全然綺麗ですね。大丈夫ですね。ちなみにこの車も修復歴は一応なしです。で、下回りがもう綺麗なんですよ、この車も。まあ多少ね、もちろんちっちゃい錆はあるもののっていう感じでした。じゃあマフラーいきますか。じゃあエンジンかけますよ。お願いします。いきますよ。
構すごいでしょ。すごいですね。結構すごいんですよ。これ多分だから iPhone で撮ってるから音割れしちゃうと思うよ。おそらく割れます。本当にこんぐらい離れてこんな感じでしょ。はい。やっぱパワーがあるからなのかね。まあね、さっき言ったように触媒光デュアルストレートのまんまこう来て、はい。まあサイレンサーは逆に言うとあの車ないんですよ。だからさっき言ってたでしょ、真ん中にサイレンサー普通はあるけどこの車はなくて、はリアにサイレンサーがあるって話をしましたよね。い。はい。あのマーク2に関してはサイレンサーがないからもうそのまま筒のまんま出口までこう来てるような感じっなるほていう感じでした。じゃあ多分そこにいた方がいいかもしれない。ど。この辺で。すごいんですよ。相当。結構距離離れてたよね。はい。音大丈夫そう？マイク。いや、ちょっと壊れそうですね。多分ねそこら辺でちょっともう一回軽くかかってると、多分音割れちゃうと思うんだよな。っていう感じです。はい。でもまあアイドリングこの状態だったら別にうるさくないね。まあそうですね。そう、はい。これだからエアコン切ってる状態のアイドリングなんですよ。はい。でこれでエアコンを入れるとちょっとアイドルアップするじゃん。はい。そうすればだいぶ。この本当のちょっとのこの300回転ぐらいで急に結構やかましくなるっていうそんな感じなんですよ。だいぶ変わります。そうっていう感じでした。はい。 OK？ はい。はいはい。じゃあこれであとはなんだっけ、記録簿か。はい。だね。はい。じゃあよし次。はい。そうやっぱり何度も言うようにお客さんからはい。直接いただいた車っていうのは履歴もやっぱりしっかりしてるっていうのが僕は強みだと思ってます。はい。だからいつもその買い取りとかでお客さんからもらうときにさ、はい、もういただける資料は何でもくださいみたいな、はい、請求書から納品書から何でももらって、まあ、ただ個人情報とか、はい、明らかにいられるものはお客さんと確認しながらこう捨てたりとか返したりとかしてやってるんだけれども、いただけるものは結構いただいてまして、はい、この車でいうと、まあ、やっぱり説明書、はい、新車時の保証書ですね、はい、でですね、まあ、ここら辺はこれはあれか車庫帳だね。はい、はい、あ、そうそう、この車は車庫帳とあと切れ角アップのナックルかな、はい、が入ってて、で前の車検の時に車検を取るためにそれを調整して今ねセンターがずれちゃってるんですよ、はい、でそれもね直そうと思ってるんで、はい、っていう感じでした。まあ、これは新車の時のやつですね。シートカバーついてたんだねこの車ね、はい、マットガードセットなんだ、これはタービンかな、タービンキット 1J 用のタービンキットの説明書とかですね、フットランプやらなんやらいろいろこう書いてありますね。これは ETCS モニターアミューズのやつですね。フロントスポイラー、ブリッツのターボタイマーに、ブーストコントローラーか、はい、まあもろもろという形になってます。で、これが前のお客さんが買った時の自動車鑑定書。あ、これね個人情報載ってないから大丈夫です。そう、10万キロぐらいで買ってるのかな、はい、平成9年式ですね。はい、クオリティグレード期間正常44、四つ星四つ星で買ってるんで、まあ状態いい状態で買われたんですかね。まあもろもろ記録簿ありながら、これがパワーチェックのやつですね、はい、これももうでも多分5年10年前ぐらい、もっと前になるのかな、はい、まあこんな感じで360馬力ぐらいですか。
364馬力の50キロぐらいですか、はい、結構綺麗なこうカーブなんでそうですね、いいんじゃないでしょうかね、はい、リング出てるのかな、まあもう一回やった方がいいと思うけどね、はい、っていう感じでした。あとは、記録簿が何枚あるんだこれ、まあいっぱいあります、はい、12345枚6枚8枚9枚、まあ、10枚ぐらいか、はい、点検してきた記録簿もあるという形でございます。まあそれなりに資料も残ってるので、はい、まあ何もないよりかは安心かなっていう感じで思ってもらえるといいんじゃないかなと思います。はいはい、はい、じゃあ締めましょうか。はい、そうですね。はい、じゃあ2台目ですね、マーク2、はい、こんな感じでございました。はい、まあこの2台比較した時に、はい、希少価値で言うならば、はい、ぶっちゃけやっぱマーク2の方が希少価値は高いかな。これ結構レアで、はい、やっぱそのまずマーク2でスアラー V の純正高速マニュアルってもうこれだけで少ないのよ。はい、で、チェイサーはトヨタの販売戦略上若者向けにっていうところでも作ってあったので当時、はい、だからやっぱりスポーツカー好きの若者をターゲットにマニュアル車結構売ってました。はい、でもマーク2の場合はもうマーク2ってやっぱ歴史ある車だからさ、はい、昔からの、おじさまたちが結構好んで乗っていた車なので、まあ、それにおじさまたちが好んだマーク2が、はい、ターボエンジンで純正5速マニュアル、はい、でしかもワインレッドのサンルーフ付き、はい、結構変態よこう言っちゃあれだけど、これを40歳50歳ぐらいの例えばおじさんがだよ、はい、新車で買いて、いややっぱターボ付きのマニュアルでサンルーフ付きで色はワインレッドがいいなっつって結構変態だと思うよ。そうですね、特殊ですね。そう、はい、っていう感じなので、はい、希少価値でいうと多分俺的にはマーク2の方があるんじゃないかなと思います。はい、でなんかこの平べったい感じも結構かっこいいんでいいんじゃないかなと思います。はいはい、ただ値段に関しては車のクオリティで言うならばどっちがいいっていうと俺的には小さなのがクオリティはいいかな。クオリティは、やっぱりクオリティってその細かい部分のその傷が少ないとかさ、はい、細かい部分の仕上がりのところだったりとか、はい、例えばダッシュボードが、まあ、こっちはビス止めだけどこっち浮いてないとかさ、はい、そういったところでいうとクオリティではまあこっちの方がいいかな、まあ、走行距離も少ないしね、はい、っていうのがあります。なので、値段に関しては、まあ最終的にはホームページをちょっと見ていただいてにはなるんですけれども、はい、価格的には多分このパールホワイトのチェイサーの方が、高くなると思っていて、はい、まあどっちも大体350万円ぐらいの価格帯になるかなと思ってるんだけれども、はい、まあ多分こっちの方が20万ぐらい高くなると思うんだよね。20万30万ぐらいかな。仮にこっちが370ぐらいだとしたら340とかさ、はい、そんな感じの、価格レンジになるんじゃないかな。あとはちょっとお互いさっき言ったように車検取ってクラッチ変える、こっちは外装、はい、もろもろ細かいところ回収かけて、こっちもオイル漏れとかちょっと直したりするっていうのがあるので、まあそこら辺やって最終的にコスト出してみてで計算してどうかっていう感じになると思います。はい、OK ですね。はい、はい、じゃあ一応今日はこんなところで、はい、この2台を紹介させてもらいました。で、何度も言うようにマフラーが本当にいいものが入っているので、はい、マフラーだけの動画を夜撮影しようと思ってますんで、はい、ぜひそちらもご期待くださいという感じです。よし、ここまで何か質問ありますか？ない。もういい。マフラー行こう。はい、マフラーで。ないでしょ。もう大した質問ないでしょ。もう結構ネタないです。ネタないよね。僕のネタ。そうだよね。オッケーオッケー、いいよいいよ。ちょっと夕方までまた作業をして夜暗くなってからマフラーの撮影しましょう。はい、じゃあ今日はここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい。3本目の動画ということで、はい、さっき言ったようにそのマフラーの動画を今撮ってたじゃないですか。はい、すいません、3本目の動画やめましょう。はい、今さだからやっぱ撮ってきたじゃん。はい、何枚かだからさ、さっき撮ったさ走行シーンの動画ここにちょっと挟んでほしいんですけど。はい、音が違うんですよね、現物と。そうですねマイクの関係で iPhone で撮るのか専用のそのマイクがあるわけでしょ。はい、
ね、集音するのがちょっと違うと思うんだけど、まあ、結論から言うとね、このマフラーのちゃんとした音を、さっきやった撮影方法では表現できなかったと思うんですよ。はい、質の低い音。質の低い音だよね、はい、質の低い音でなんか質の低いビデオになっちゃって、はい、1時間半ぐらいやってたのが俺ら今やってたけど、ちょっとダメだ、気に入らない、マジで気に入らないので、申し訳ないです。ちょっと3本目の動画一旦なしにさせていただいて、はい、でいつもやってるさマフラーの撮影あるじゃん、はい、俺はいつもやってるやつね、はい、であっちだったらちゃんと音出せるでしょ、よしね、いい音取れるんで、そうだよね、はい、なんでそれで撮ろう。どうしましょう。はい、しかもこんな暗い日じゃん、こんな明るい時に撮るっていう感じにします。ごめんなさい、動画2本までにさせていただいて、すいません。